皆様、本日はですね、カレーを作ろうと思ってるんですけれども、こちらのサバ缶の水煮ですね。水煮のサバ缶。こちらを使って、ひき肉とトマトの無水サバ缶カレー作っていきたいと思います。で、今回は無水ということで、もう基本的にはお水は足さずに、具材の水分だけでやっていこうかなと思っております。はい、じゃあやっていきます。まず今回用意するのはサバ缶2缶に、で、これ 1g190 だったかな。で、これ水分も全部使います。サバ缶2つにお肉約 300g、 牛豚のひき肉です。サバ缶だけでも美味しいんだけど、やっぱね、お肉の旨味を追加したいので、プラストマト、これ2つ、これ湯むきはします。で、フレッシュのトマトで水分が足したかったっていうのもあるんだけど、こちらのトマト缶も1缶使って、で、あと玉ねぎ、しめじ、ほうれん草ですね。で、やっていきたいと思います。で、まずこのトマト軽く湯むきするので、ヘタだけ取って熱湯の中に入れます。で、そのお湯でこちらのほうれん草ももう下茹でしちゃいます。で、こちらちょっと根元がね、結構土の汚れがあるんで、熱湯で煮沸する前に一回水洗いはしてあげてください。で、こんな感じで今普通にトマトをやってるんだけど、ほうれん草を水洗いしてる間もうだいぶトマトの火が入ったので、そしたらもうほうれん草も入れちゃいます。一つの鍋で下茹でが必要なやつだけはまとめて終わらせます。じゃあほうれん草も入れて約30秒ぐらい終わったら、ほうれん草は軽く水にさらした後に水切って放置で、トマトは皮剥きたいと思います。で、今回はこちらのジャワカレースパイシーブレンドっていうのを使おうと思ってるんだけど、お水とかも足さないんで、こちら2パック入ってると思うんだけど、基本的には1パック、これでもちょっと多いかもしれないぐらいですね。こちらでやっていきます。僕はカレー作るときいつも2種類混ぜるので、こちらプラスこちらの横浜舶来亭のカレールー、この2種類を混ぜて今回はルーにしたいと思います。で、ほうれん草は茹でた後水で粗熱を取ったらこんな感じで放置で大丈夫で、トマトは湯むきが終わったらこんな感じね。あと今回は主人ちゃんにね前もってやってもらったんだけど、こちら生姜とニンニク、これ両方ともすりおろしてます。で、最悪ね、ニンニクはチューブでもいいんだけど、今回サバ缶とかも使うので、生姜、臭み取りにもすごくいいので、こちらの生姜はできればフレッシュを使ってほしいですね。あと玉ねぎとしめじですね。こちらカットしておきます。しめじはこの石突きの部分を取るだけで、後で適当にほぐします。玉ねぎ、今回はまた新玉ですね。もう僕は基本的に新玉の季節はもうずっと新玉使います。じゃあ玉ねぎを、こちらをなるべく薄めに、火の通りを早くしたいんでスライス。ちょっと薄めに玉ねぎはスライスしてください。はい、玉ねぎのカットが終了。そしたらもうあとは火にかけていく。火にかけていくんだけど、トマトはちょっとカットしとこうか。で、今回は別にこの中の種取らなくてもいいので、しっかりね煮込むんで、トマトのこのちょっと種付近の青臭さはそんな気にならないですね。こういう煮込み料理に入れるときは。じゃあこれ適当に、あとはもう食感がちょっと残るかなぐらいで、トマト缶も入るんで、とりあえず大ぶりで大丈夫です。煮込んで一緒にちょっと潰れちゃうと思うので、はい、こんな感じで OK。 じゃあ火にかけていきます。ではフライパンに、今回は無水でそんな水分かさは増えないので、全然ちょっと厚めのフライパンで大丈夫です。深め、厚めじゃないね。ちょっとたっぷりめのオリーブオイルを入れて、はい、点火。そしたらまずここで玉ねぎだけ先に炒めます。で、ここでしっかりね玉ねぎ炒めとくと甘みがすごく出て美味しいです。じゃあ今回は一応こちらの玉ねぎ甘色になるまで、小麦色だね、だから柴犬色きつね色、柴犬だったら海外の方もわかるかも。柴犬カラーにしといてください。ドッグって言わないんだぞ。柴ドッグにしといて、柴ドッグだろ。かわいい。じゃあとりあえず玉ねぎを甘色になるまで炒めていきます。ではこんな感じでしっかりといい感じのね玉ねぎ、もう玉ねぎの量が3分の1ぐらいになったね。じゃあ十分甘みが引き出されるので、ここにひき肉 300g ですね。豚と牛の合いびきで牛7かな、牛7豚3の合いびきです。ここら辺は牛肉合いびき何割でもいいよ。で、あと牛肉入れたらここにニンニク小さじ1杯、生姜ちょっとたっぷりめに入れます。こちら大さじ1杯ぐらい入れます。
はい、たっぷりめの生姜入れたら、これでひき肉に火が入るまで炒めていきます。ではこうやって炒めて、ひき肉にもう8割火が入ったらまた弱火にして、で残りの具材もどんどん入れていきます。まずトマト湯むきしたやつですねにしめじも入れて、もう全部入れちゃいます。あとどんどん入れたらここにトマト缶も1缶入れます。で今回は無水を強調したかったんだけど、俺はもうここの中のやつを湯水で入れたいんで、ほんの少しだけ水が入るのを許してください。実質無水、きれいにね。はい、でちょっとサバを入れる前に一旦これで軽く炒めてなじませておきます。ではトマトを入れて、今5分ほど煮込んだんだけど、こんな感じでね、トマトからもめっちゃ水分が出て、なんかもう見た目は美味しそうなミートソースなんだけど、そしたら弱火にして、ここにサバ缶入れていきます。でこの汁ごと全部入れちゃいます。よいしょ、はい、サバ缶入れたら軽くちょっとほぐしつつ煮込むんだけど、でそしたらここに生姜をもう小さじ1杯、最初に入れたやつはねちょっと結構香りは飛び気味になってると思うんで、もう小さじ1杯生姜入れて、最後改めて煮込んでいきます。ではこんな感じでいい感じにグツグツと煮立ってきたら、こちらのカレールー入れていきます。で一応ちょっと様子見がしたいんで、これ6個に分かれてるんですけれども、まず4つ、最悪ねこれで余っちゃったら、冷蔵保存した後にカレーチャーハンとかに使ってもいいからね。はい、プラスこちらの白雷亭大さじ2杯入れます。でこれでルーが溶けるまでちょっと煮込んでいきます。はい、で今多分ねルーはいい感じに溶けたんだけど、そしたらちょっとグツグツして一煮立ちするまでは煮込んでいきます。めっちゃいい匂いする、カレーとサバ缶の。で生姜の香りもするね、ちゃんと。で初めっからね、もう普通のカレー作るみたいにシャバシャバ感がないね。もう初めっから結構とろっとしてる。はい、じゃあちょっとこれで一回味見してみます。カレーの濃さをね。カレーはねもうちょっと入れていいわ。ということでもう2かけ、だから2分の1パック全部入れちゃいます。全然入れて大丈夫そうな味だ。うまみがすごいこれ。そしたら最後こちらほうれん草ですね、もうカット済みです。こちら入れて煮込んでいきます。すごい、もうなんか2日目のカレーぐらいのとろみ。であとこの後もう5分ぐらいは煮込んでほしいんだけど、最後仕上げにこちらのガラムマサラ、これほんと仕上げでいいんだけど、一応入れとくね。適当に数振りはしっかりめに入れて、すっごいいい香りする。はい、混ぜ込んだら、はい、こちらでひき肉とトマトの無水サバ缶カレー完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。早速実食していきたいと思います。いただきます。すごい16穀米、最高だね。今日はもう体に良さしかなさそう。じゃあちょっといただいていいですか。どうぞ。いただきます。どう？めちゃくちゃうまい。いただきます。なんかですね、本当にうまみがもうギュッともう凝縮されてる感じ。シーフードカレーみたいな濃厚さが、コクがすっごい入ってる。このさ野菜の甘み、うまみと甘みがすごい。トマトも感じられるし、で生姜の感じもすごく出ててめっちゃうまい。すごいわこうちゃん。おしゃれな。本当にさ、
いつかお店がさ出せるって言ったらあったらさ、看板メニューにしたいレベルのカレーだよね。もうほんとおしゃれなカフェにあるようなカうレー、ん。めっちゃうまっ。で今回ひき肉も入れてるんだけど、ひき肉がめちゃくちゃいい仕事してる、本当に。もちろん多分サバだけでも絶対美味しいんだろうけど、んやっぱこのひき肉の味があるからこそだよね。この食べ応えね、ほんとでもこのルー超うまい。で本当にサバ缶食べたことある方でもしかしてちょっとでもね臭みが気になるって方いたとしたら、ゼロです、確実にもう魚のうまさしかない。ない、マジで臭みがない。でやっぱり生姜たっぷり入れてくれてるのもすごく効いてる。でもこれほんと魚が苦手な人でも全然食べれるだろうね。絶対食べられる。うわ、おっきいサバいた。うわうまっ。サバがゴロって残ってるとこめっちゃうまい、俺もうあっという間になくなるんだけど。早っ。めっちゃうまい子じゃんこれ。これらっきょう入れたくて。俺もじゃあ福神漬け。らっきょううまいよな。やっぱ福神漬けは最強だわ。やっぱこれトマトもすごいね、本当にめっちゃトマトの味する。もう酸味とかはもうほぼほぼなくて、トマトのうまみだよね。本当にカレーソースと本当美味しい濃厚なトマトソースの間みたいな感じのすごい濃厚な美味しいソースになってる、ルーになってる。これさ、もちろん男性も絶対好きなんだけど女性は超ハマる味だと思う。あと16個米ってのがポイントだね。ねね。ということで本日はですね、トマトひき肉無水サバ缶カレーをこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当に短時間でできたと思えないぐらいのこのうまみ、すごい凝縮された感じがあって超絶うまいです。やっぱ魚、さっきこうちゃん言ったサバ缶カレーだけでも美味しいんだけど、ひき肉、このお肉のうまみが入ってるだけで全然違う豪華さが、超食べ応えもあって美味しいです。であとはやっぱり無水にしてるからこの野菜のうまみもすごい感じられるからね、1日経ってないのにもう何日か経ったのずっと煮込んだかのような美味しいカレーになってます。もう最高です。であと玉ねぎもね、きつね色までそうだね、しっくりやって甘みも引き出されてると思うので、今回の材料何一つかけることなくこのまま作ってほしいな。そうだね、はい、本当に美味しいです。という感じでございます。ということで本日は、以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、それじゃあまたね、バイバイ。